はい。次は、今点を打ったので、今度、ラインを引いてみましょうか。ラインを引くときは、先ほど言ったように、ラインのスクリプトシンタックスの API を見に行って、ラインと打つと、アドラインというのが出てくるので、アドラインでスタートポイントとエンドポイントを入れてくださいというふうに出てくるので、これをコピーして、戻ると、スタートとエンドを入れればいいので、スタートという変数の中に、最初の 3D 座標を入れて、エンドという変数の中に、終点の例えば300、300、0という、点を入れて、このスタートにこの値が格納されて、エンドという変数に右辺のこの 3D 座標が格納されているので、このスタートとエンドという変数を addLine というふうなコマンドに、関数に渡します。でaddLine は必ず LINE のセラス、LINE のスクリプトシンタックスの中に、入ってる関数なので、頭に rs ドットというふうなものをつけて、ちょっと上が関係ないので一旦コメントアウトしておくと、走らせてみるとちゃんと300の視点が000で、終点が、300、300、Z 座標が0というところにラインが引かれるのがわかると思います。それで今そのポイントを打ったところをコメントアウトするっていうふうに言ったんですけど、Python ではシャープ、行の頭にシャープをつけると、その列は無視されるというふうな決まりがあって、エディターではこの緑色になるので、無視されるっていうのが分かると思うんですけど、だからこれ全部コメントアウトすると何も起こりません。で、この4行を、もう一回コメントアウトを外すと、ポイントが今打たれて、でこっちのラインの方をコメントアウトする。コメントアウト外すとラインが引かれるっていうふうに、必要なところだけ、プログラムを走らせたいときはこういうふうに複数の行を選択してコントロールスラッシュを押すと、コメントアウトとそうじゃないものがその逆が、トグルになって選択できます。切り替えることができます。こういうふうに。で今そのコメントはこういう実際のプログラムを走らせたり走らせなかったりっていうふうなことにも使えるんですけど、今ここで、最初の方はポイントということを5行目から8行目までやっていて、でこの下はアッドラインをやっているので、こういうふうに自分で、この辺のプログラムが何をするのかっていうのがたくさんコードが増えてくるとごちゃごちゃになっていくので、分かりやすいようにここでは何をしてますよっていうふうに自分でこう印をつけるためにもこのコメントを使うようにしてください。で上から下にプログラムが流れるって言いましたけど、この4行目と10行目はシャープがついてるのでここ飛ばされます。で次はじゃあ、テキストを打ってみましょうか。なのでシャープで
アッドテキストをやってみましょうか。それで同じように、今度は API で、テキストという風なのをアッドテキストがあるので、これを見てみて、そうすると今度引数多いですけど、これコピーしてきて、ここに出力すると。で rs ドットにしておいて、全部でまずは必要なのはテキストっていうのは文字列でstr っていうのはストリングの略で、つまり、表示したいテキストをここに格納します。なので、テキストイコール、例えば今、x0 とかにしておきましょうか。で今度はポイントはプレーンって書いてありますけど、これは 3D ポイントか平面、つまりテキストが置かれる平面かポイントを入れてくださいって言われるので、今はポイントを入れればいいので、ポイントイコール、原点に置くとすると000だと。で今ポイントという変数にしたので、これもポイントはプレーンじゃなくてポイントという変数にしておきましょうか。で次に高さですけど、文字列のフォントの大きさですね。でこれはミリメートル単位なので、今これここが300ミリグリッドだから、20ミリぐらいの高さにしときましょうか。で次はそれで、ここのイコール 1.0 を1回消しときましょう。でこれのハイトのところに20が格納されて、ここのハイトに渡されるということですね。で次はフォントの種類なので、これはそのままエリアルにしておきましょうか。でここのイコールも消しとくと。で今度はフォントスタイルで、これは何かっていうと、フォントスタイルがここに書いてあって、0を入れるとノーマル、普通の標準形ですね。で1を入れるとボールとちょっと太い文字列になります。で2番を入れるとイタリックなのでちょっと斜めに傾きますね。で3番はボールトとイタリックをどちらも入れますよってことなので、今標準でいいので0を入れます。なので、フォントスタイルイコール0にしといて、こっちのイコールも消します。で最後ジャスティフィケーションですが、これ何かっていうと、文字揃えの位置起点ですね。例えば1番だと左揃えで、2番だとセンター揃え、4番だと右揃えで、この65,536だと底辺揃えで、この数だと上下方向にミドル真ん中ですね。で、この数だと上揃えになります。で今、グリッド上でここに点が打ってあって、その下に文字列を置いてみたいので、この文字から見るとこの点が上揃え、つまりトップ揃えかつセンター、左右方向ではセンター揃えになるので、2つ合わせたいときはこの数を足します。つまり2足す、センター揃えにしたいのでまず2ですよね。で今度はトップ揃えにしたいので、この262,144、この2つを足します。なので2足す262,144を足します。でこれを引数として
渡してあげると、まずここの8行目でこの点が打たれて、13行目でこのラインが引かれて、で22行目で、この原点に x0 という文字列が、ここが原点ですね。原点指定して x0 という文字列で、フォントはエリアルで、フォントのスタイルが標準形で、文字の高さ、つまりこの文字の高さが20ミリ今なってます。で、位置揃えをトップのセンターにしているということになりますね。じゃあ仮に例えば左揃えにしたければこれを1にすればいいので、そうすると左揃えに